皆さんこんにちは。今回は複数の顔写真をランダムに切り替えながらターゲットの顔へと収束していくモザイクモンタージュのエフェクトを作っていきます。デジタルでサイバーな演出にぴっかりです。それでは早速始めていきましょう。はい、やっていきます。まずは事前準備としてコンポジションサイズ1920の1080、フレームレート30、10秒のコンポジションのメインコンプになるべく同じポジションで撮影された人物の画像を複数枚用意します。今回は7枚の画像を使っていきます。ベースになる画像以外は一旦非表示にしておきましょう。画面の中央に長方形ツールでシェイプレイヤー 400×400 の正方形を描きます。レイヤーの名前はモザイク002としておきます。次にこのモザイクが動き回る範囲を指定するためのヌルを2つ作ります。名前をそれぞれ P1、P2 としてください。P1 は顔の左上のあたりに、P2 は顔の右下のあたりに配置します。ここで P1、P2、モザイク002の3つのレイヤーを選択してキーボードの P キーを押し1プロパティを表示させます。モザイク002の1にエクスプレッションを記述します。変数 P1 に P1 の1、変数 P2 に P2 の1を代入。ランダムメソッド P1 から P2。2つのヌルの位置を定義してその間をランダムで移動させるというコードです。これでモザイクが2つのヌルの間をランダムにビュンビュンと動き回るようになりました。ただ今のままだと動きが速すぎてただのノイズに見えてしまいます。そこでランダムに動く回数を制御するコントローラーを作りましょう。新規ヌルを作成し名前をコントローラーにします。エフェクト、エクスプレッション制御、スライダー制御を適用し名前をポスタライズタイムに変更します。この後の作業がしやすいようにエフェクトコントロールパネルに鍵をかけて固定しておきましょう。先ほど作成したモザイク002の1のエクスプレッションの上部にこのスライダーと連動させるコードを書き加えます。変数 PT にポスタライズタイムのスライダーを代入。ポスタライズメソッドに格納します。これで1秒間に何回コマを動かすかをスライダーでコントロールできるようになりました。試しにポスタライズタイムのスライダーの値を10にしてみましょう。1秒間に10回だけランダムに動くデジタルらしいサクサクとした動きに変わりましたね。同じようにスケールにもエクスプレッションを書いてサイズもランダムに変化させます。ランダムメソッド、スケール 20% から 100%。
ポスタライズタイムコードも一緒に書き込んで動きのタイミングを同期させましょう。さらに最小サイズを調整できるようにコントローラーにもう一つスライダー制御を追加します。名前はミンスケール。スケールのエクスプレッションにこのミンスケールを組み込みます。変数ミンスケールにミンスケールのスライダーを取得。ランダムの最小値に格納します。スライダーの値を20にしておきます。これで 20% から 100% の間でサイズがランダムに変わるようになります。ここで2枚目の人物画像 People002 を表示させます。トラックマットを使って先ほどのモザイク002で切り抜きます。動く四角形の中だけに顔が表示されるようになりましたね。ここからストーリー性のあるアニメーションをつけていきます。ヌル P1 と P2 の位置に2秒10フレームのところでキーフレームを打ちます。そこから少し進んだ3秒のところで2つのヌルをターゲットの右目の位置に移動させ、完全に同じポジションに重ねます。モザイクが目に留まったらサイズのランダムも止めたいです。そこでコントローラーのミンスケールの値にアニメーションをつけます。2秒10フレームで20、3秒で100にします。最小サイズが 100% になるということは、結果的に 100% の大きさで固定されるため、エクスプレッションを生かしたまま動きをピタッと止めることができます。同時にモザイク002のシェイプのサイズ自体もアニメーションさせましょう。2秒10フレームで 400×400 と3秒で 200×200 と少し小さくして目にフォーカスさせます。仕掛けはこれで完成です。あとはこれを他の画像にも展開していきます。モザイク002を複製してモザイク003を作り、3枚目の画像 People003 を同じようにトラックマットで切り抜きます。他の画像も同様に量産していきましょう。ここからさらにデジタル感を高める演出を加えていきます。ベースの顔以外の画像にはエフェクト、カラー補正の色かぶり補正を適用して一度モノクロ調にしておきます。さらにポスタライズタイムのスライダーにもキーフレームを打ちます。2秒の時点では4、3秒の時点では10に、後半にかけてカチカチカチと動きの頻度が高くなることでクラッシュしていくような緊迫感が生まれます。それぞれのモザイクのパスの位置やサイズを少しずつ整えます。
最後のモザイクのサイズだけぐわっと画面いっぱいに広がるようにアニメーションさせ、別の人物を表示させます。段階的に広げてあげるととても雰囲気が出ます。最後に色かぶり補正の数値を0に戻してカラーに戻します。モザイクを段階的に出現させてデジタル感を強調します。全体をなじませるために調整レイヤーを作ってカラー補正を行い、ノイズやグレインを少し足して質感をアップさせます。仕上げに 3D カメラを配置し、レイヤーを 3D レイヤー化してカメラワークをつければ完成です。今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。